VNet プラスのセットアップ方法をご説明します。まずは VNet ユーザーの登録が必要となります。VNet プラスを実際に利用する複数のエンドユーザーの中から1人が代表者となって VNet ユーザーの登録をしてください。VNet ユーザーは次にエンドユーザーの VNet ID と通信グループを定義します。エンドユーザーは全員が VNet プラスをインストールします。インストールが終わったら VNet プラスを起動してログインします。まず VNet ユーザーの登録から始めます。ブラウザの URL に ntm200.com と入力し、VNet サポートセンターのホームページを表示してください。VNet ユーザー登録画面に移行してください。希望する VNet ユーザー名を入力してください。ここではデモ22とします。ここで取得した VNet ユーザー名は、エンドユーザーの VNet ID の一部として使われます。希望するパスワードを入力してください。通常利用しているメールアドレスを入力してください。会社名を入力してください。このフィールドはオプションです。名前を入力してください。ウェブサイトのご利用規約を一読の上、利用規約に同意するにチェックを入れてください。確認をクリックしてください。画面が変わるので、内容を確認の上、登録をクリックしてください。これで仮登録が完了しました。このような確認のメールが届きます。本文中の URL をクリックしてください。これで本登録が完了しました。次に VNet ユーザーはエンドユーザーの VNet ID と通信グループの登録を行います。ホームページのログインをクリックして管理者画面に移動してください。先ほど取得した VNet ユーザー名とパスワードを入力し、ログインをクリックしてください。まず、通信グループ登録をクリックしてください。エンドユーザーは1つ以上の通信グループに入る必要があります。適当な通信グループ名をつけてください。ここではグループ10とします。用途欄はオプションです。メモ欄としてご利用ください。登録をクリックすると、登録したグループ名がグループ一覧に表示されます。通信グループは3つまで無料で登録できます。もう一つ、グループ20を登録しておきます。次に VNet ID 登録をクリックしてください。VNet ID の後半は VNet ユーザー名、そして .ntm200.com で固定です。つまり VNet ユーザー名が VNet ID のサブドメイン名となります。固定部分が正しいことを確認してください。VNet ID の前半を重複しないように決定して入力してください。サブドメインをさらに追加することも可能です。ここでは単に VNet1 という名前を付けます。最初のパスワードは VNet ユーザーが決めてください。ここで決めた VNet ID とパスワードは該当するエンドユーザーに通知する必要があります。名前と所属はオプションです。先ほど登録した通信グループが表示されているので、どの通信グループに所属するのかチェックを入れてください。ここではグループ10とします。
後で設定を変更することも可能です。登録をクリックしてください。このように登録されました。エンドユーザーは5人まで無料で登録できます。あと2人、VNet2、VNet3 を登録しておきます。このように登録が完了しました。次に、通信グループ定義をクリックしてください。縦軸に登録済みの VNetID、横軸に登録済みの通信グループ名が表示されています。VNetID と通信グループ名が正しいことを確認してください。間違いがあったら、編集をクリックして修正してください。ただし、VNetID 自身は変更できませんので、もし間違っていた場合は、一度削除してから再登録してください。VNetID ごとに帰属する通信グループにチェックを入れてください。チェックを入れたり外したりすることにより、簡単に通信グループの変更が可能です。複数の通信グループに帰属することも可能です。設定内容を確認の上、保存するをクリックしてください。設定が終了したら、ログアウトして終了です。すべてのエンドユーザーは VNet プラスをインストールします。ホームページのダウンロードをクリックしてください。対応する OS をクリックしてください。ここでは Windows 10のインストール方法をお話しします。ダウンロードされたインストール用ファイルを開いてください。指示に従ってインストールを続けてください。VNet のインストールはすぐに終わります。続けて Yoga DNS のインストールを求められます。こちらも指示に従ってインストールを継続してください。Yoga DNS は VNet プラスを実現するための機能の一部として利用しています。Yoga DNS が立ち上がりますが、閉じていただいて構いません。インストールが終わると VNet プラスのアイコンが生成されます。アイコンをクリックして VNet プラスを起動してください。VNet プラスの入力画面が表示されます。認証サーバーの欄は基本的にそのままとしてください。VNet ユーザーから通知された VNet ID とパスワードを入力してください。ログインできることを確認してください。ログインには時間を要することがあります。ログインに成功すると、このように実 IP アドレス、仮想 IP アドレス、VNet ID が表示されます。ストップをクリックして一度終了させてください。ここでパスワードをエンドユーザーだけが知るないように変更してください。パスワードは現在のままとし、パスワード変更をクリックしてください。ここで新パスワードを入力します。乱数生成というタブがありますが、こちらはセキュリティ向上のためのオプションです。ここをクリックすると、128ビットの乱数が生成され、新パスワードと乱数のハッシュ値が認証サーバーに登録されます。この乱数は通信デバイスに記憶されます。正しい通信デバイスを保持し、かつパスワードを知っている人だけが VNet にログインできるようになります。ただし、乱数を一度生成すると、別の通信デバイスからはログインできなくなりますので注意してください。パスワードの変更が終わったら、新しいパスワードで再度ログインしてください。
以上で VNet プラスの準備は完了です。